タトゥーラーの TW300。めっちゃ気持ちよく飛ぶ。はい、始まりました。アクティブチャンネルやすです。お久しぶりです。最近ね、全然魚が釣れてなくて動画にできてないんですけど、今日はこれちょっと来シーズンに向けてね、新しいタックル、を導入したので、そのちょっと試し投げに来てます。あわよくばね、魚が取れたらいいなとは思うんですけど、一応このダイワのタトゥーラ300、どんなもんかちょっと、投げてみて、感想でも参考に言えたらいいなと思います。じゃあ頑張ります。OK。今日のねセッティングはタトゥーラーの TW300 に P の4号を100下巻きして120、30メートルぐらい巻いてます。で、30ポンドのナイロンリーダーを6ヒロくらいかな、10メートル弱くらい、取って、6ヒロ取ってる30ポンドのナイロンリーダーとP4 号を、FG のゴーストノットで、結束しています。FG のねゴーストノットもちょっと使うのが、初めてなので、どういう感じかちょっと試していきたいと思います。で、ちょっと今ね自分が持ってるビッグベイトの中で一番重いのがこの、ベビーフェイスのジョイント系のルアーですね。こいつが多分 85g くらいあったと思うので、今日はねちょっとせっかくヘビーなタックルを導入したってことで、一番ちょっと大きくもないと思うんですけど、自分が持ってる一番大きなルアーを試して、投げていきたいと思います。最初はねちょっとブレーキひとまず一番マックス20で投げてみます。もう全然大丈夫だ。ちょっと最初はビビりながら、かなり20でも十分飛ぶよね。ガイド抜けもねかなり何のストレスもなく負ける感じはします。ちょっと何投かしてみて。続いてはねちょっと10くらいまで落として10、ブレーキ設定、マックス20から、中間の10でちょっと投げてみます。全然大丈夫そう。かなり安心して投げられる。リーダーをね巻き取る時もレベルワインダーに干渉して気になるってことは一切ないですね。ハンドルもね長すぎて巻きにくいってことは、個人的には一切ないですね。さすがにでもなんか慣れてないと3オンスくらいになると
重いなって感じちゃいますけど、キャストもねちょっと慣れんと、でっかいルアーを投げる時のリール自体も一番最初開封した時の印象はかなり大きいなっていう感じだったんですけどね、合わせるロッドも結構ごっついものに合わせて、しかもね重たいものを投げるんで、手元が多少なり重たい方が振り抜きやすい印象です。巻き取り帳が長くてハンドルも長いけ、こういうリーリングジャークみたいなアクションもかなりリールでしやすいですね。タックルがねでかい分、ロッド操作でルアーを動かそうと思うとかなり疲れちゃうと思うんで、1日やると。続いてはね、ちょっとタイニークラッシュでやってみたいと思います。2オンスくらいのルアーをどんな感じで、例えば TW300 が投げれるかどうかもうちょっと試してみたいので、2オンスクラスのルアーをちょっと投げてみたいと思います。ブレーキ設定10くらいですかね、軽く。ちょっと今ラインが浮きましたね。10くらいでラインが浮いちゃう。でも2オンスくらいだとかなり気持ちよくキャストできる。やっぱり一番2オンス以上になってくるとね、結構やっぱり重量感がすごいけ、ブレーキが今12くらいですね。12くらいでかなり気持ちよく振り抜けます。FG ゴーストノットも今のところ全然大丈夫そうですね。ノット部もタイニークラッシュ見た目以上にキャスト時の姿勢が良くて気持ちよく飛ばせる。拾ってきちゃうのか。めっちゃ気持ちよく飛ぶ。これでドンって来てくれたら最高に気持ちいいんだけど、まだね結構でかい2オンス以上のルアーを投げ慣れてないっていうのもあって、2オンスくらいのルアーだとかなり気持ちよく、多分ね、でもこのタトゥーラ多分2オンス以上のルアーを投げるのにすごいいいとは思うんですけど、それはこれからですね。ちょっとこれからいろんなルアーを投げていってかなりねやっぱりハンドル長も長くて巻き取りはめちゃくちゃ巻き心地がいいか言われたらそういう感じじゃない思うけど、トルクフルというかビッグベイトもゴリゴリ巻いてこれるような
印象です。まずでね、FG ゴーストノットはもうノットの干渉かなり感じないですね。かなりガイド抜けがいいっていうのは噂通り。今のところ強度がね、使っていくうちにすっぽ抜けたり、本当に魚かけた時とかにね、すっぽ抜けたりしないかどうか、今後検証っていう感じだけど、今のところもうガイド抜け自体で言ったらかなりいいですね。ベルサイユ宮殿を見ながら、ここでね釣りたいけど、ベルサイユ宮殿の池でモンスターパイク、写真見る感じだとね、結構80以上のでかいやつがねいることはいるみたいなんで、ロマンはあるけどそう簡単には釣れない。でも浮いたな。これだね、かなり多分ドラグが緩かったけ。おー、やべえ。ダメ、やばいな。結構ね、やっぱり風に煽られるとバックラッシュしちゃいますね。気をつけんと。今ブレーキ設定が、12かな。12で、ちょっと今風が強いんで、風に一気に煽られるとちょっとブレーキ強くして、風や、あとやっぱり姿勢がね綺麗に飛んでくれるといいんだけど、ぐるぐるっと途中から回っちゃったりとかすると、ブレーキ設定を弱めてると、なんだかんだやっぱりバックラッシュはしちゃいますね。あとはサミングで対応するっていう感じ、当たり前のことをやれば。でもかなり印象は気持ちよく、2オンスくらいのルアーだったらかなり気持ちよくフルキャストできる。いいね。タックルもこれフエルコの XT710 っていうフエルコのベイトロッドの中だと一番ごついやつかな。マックス 200g まで背負えるロッドなんで、2オンスくらいの、ルアーだったらかなり気持ちよくキャストができます。
やっぱりかなりブレーキがしっかり効いてくれとる印象があります。やっぱ安心して投げられるっていうのはいいですね。ちょっとね、調子乗ってブレーキを下げてみて、はい。でも下げると飛距離がちょっとね、気を使う。10以下かね、今10か。とかになってくるとね、少し、サミングしないともしかしたらたまに糸紙をしちゃう可能性はあるかなっていう感じで。でもやっぱり飛距離は断然伸びますね。うわ、めっちゃぶっ飛ぶ。いいね、かなり慣れてくると。ちょっと最初はね、恐る恐るやりすぎて、やばい、ブリ気持ちいいかもしれん。ほんまにちょっとビッグベイトをぶっ飛ばせる感じが。でもちょっとやっぱり気をつけんとラインが浮いちゃうんで、サミングをうまいことしないと多分バックラッシュまではいかんにしろ糸がみして高切れしちゃう可能性が出てくるんで気をつけないとダメですね。やっぱ浮くけどね、ギリギリこれくらいの方がでもね、かなりぶっ飛ばせるかな。気持ちよくキャストができるっていうのは実際本当ですね。ビッグベイトをはい、今日ね、ちょっと台場のタトゥーラ TW300 のエクストラハイギアモデル、で、試し投げをね、してきたんですけど、個人的にはかなり良かったです。かなりビッグウェイト、今日はね2本数くらいのこのタイニークラッシュをね投げてきたんですけど、かなり気持ちよくキャストはできます。自分のセッティングだと10前後、ちょっと10くらいから少しピーキーになってきて、サミングをねうまいこと入れないといけないんですけど、上手にサミング入れるとかなり気持ちよくすっ飛んでくれますね。で、風が強い時とか向かい風に向かって投げないといけない時とかは10以上とか12とか14とかにすればかなり安心してブレーキが、効いてくれてるような感じがしたので、ビッグウェイト等振り抜いてフルキャストとかできるんじゃないかなっていう印象です。でこれからねかなり強い武器になっていくというか重宝しそうなリールだなと思います。ファーストインプレッションでねこれからちょっと使い込んでいかないとわからない部分もたくさんあると思うんで、その時にどう思うかはまた別として、ファーストインプレッションはかなり良かったです。これからねビッグベイト対応していくような人、特にこのやっぱりレベルワインダーがねかなり広くなってて、ノットの干渉が少なくて、キャスト時にも巻き取り時にもノットがなかなか干渉しないっていうのはストレスがなくて使いやすかったんで、ベイト PE を使ってロングリーダーとかで釣りをねしてるような自分みたいなスタイルの方にはかなりおすすめができるんじゃないかと思います。